こんにちは。今日はオーディオアンプを安定して動作させるために用いられる自己バイアスと呼ばれるバイアス方式について説明します。このビデオシリーズでは電流増幅作用のあるトランジスタを用いたアンプを作っていますが、このトランジスタの肝となる電流を増幅する度合いである電流増幅率は一定ではありません。同じメーカーの同じ型番のトランジスターでも個体によって電流増幅率が異なることはよくあることですし、温度が変化することによってもこの電流増幅率は大きく変化します。前回の動画で作ったエレキシのアンプで採用している固定バイアス方式を使った回路では、この電流増幅率が変動してしまうと音が歪んだり動作が不安定になったりすることがあります。それで今日はこの問題に対応するための一つの方法を説明し、それをエレキシのアンプに適用したいと思います。実はこれまで作ってきたエレキシアンプの回路を1箇所だけ変更し、バイアス抵抗の定数を調整するだけでこのアンプをより安定して動作させることができます。この動画を見れば電流増幅率が変わるとどんな影響が出るのか、また回路を安定させるためにフィードバックをかけるということの考え方について理解することができますので、ぜひ最後までご覧ください。ではまず最初にトランジスタの電流増幅率が変化するとどのような問題が起こるかについて考えてみましょう。これは1000回までの動画で作成したアンプの回路です。この回路では入力から来る音声信号と 2kΩ のバイアス抵抗から流れてくるバイアス電流を足し合わせた信号がトランジスタのベースに入ります。そしてそこに入ってきたベース電流と電流増幅率を掛け合わせた値の大きな電流がコレクタに流れ、コレクタに接続されたスピーカーから音が出るという仕組みになっています。この出力であるコレクタ電流の入力に対する倍率である電流増幅率が想定した値から変化すると、この回路では問題が起こります。この問題にはバイアス電流が大きく関係していますので、その問題について理解するためにまずこの回路のバイアス回路の部分に注目してください。この回路図のオレンジ色の部分がバイアス電流が流れる経路です。このバイアス電流を供給するバイアス回路は固定バイアス方式になっています。このバイアス回路については前に公開した002と003の動画で扱っています。それでもし詳しい説明をご覧になりたければ説明欄に動画のリンクを書いていますので、どうぞご覧ください。ではこのバイアス回路から供給されるバイアス電流がどの程度流れるのかについて計算してみましょう。まずこの回路のバイアス抵抗にかかる電圧について考えてみます。ベースエミッタ間電圧は002の動画で原則2としてお話しした通りだいたい 0.6V 程度となりますので、バイアス抵抗にかかる電圧は電源電圧の 5V からベースエミッタ間電圧の 0.6V を引いた 4.4V 程度となります。この電圧は常に一定で変わることはありません。それでバイアス電流はオームの法則を用いてバイアス抵抗にかかる電圧割る抵抗値を計算して 4.4V 割る 2kΩ、 つまり 4.4 割る2000で得られる 2.2mA となります。抵抗にかかる電圧は一定なので常に 2.2mA の一定のバイアス電流が流れることになります。このようにこの形のバイアス回路ではバイアス電流が一定で変化しないので固定バイアス方式と呼ばれます。この 2.2mA 程度のバイアス電流がベースに流れるとすると、
電流増幅率 HFE が設計時に想定した120程度であれば、コレクタ電流は 2.2×120 の 264mA 程度となり、出力の振動の中心であるバイアス点はコレクタ電流の最大値と0の中央値からさほど離れていないところに来ます。誤差 20% 以内の範囲に収まっていますので、アンプとして動作すると思われます。でもこの電流増幅率 HFE が想定した値から大きく離れてしまうとどうなるでしょうか。当然出力の振動の中心であるバイアス点がずれるということになります。バイアス点はベースに流れるバイアス電流 ×HFE ですから、 HFE が大きくなるとバイアス点が高くなる、逆に HFE が小さいとバイアス点が低くなります。そのように出力の振動の中心であるバイアス点が大きくなりすぎたり小さくなりすぎたりすると、出力の信号が歪んだり、出力信号が電流の上限や下限に張り付いてアンプとして動作しなくなることもあります。このように電流増幅率が変動するとアンプが安定動作しなくなることがあるのです。ですが困ったことに、この電流増幅率はトランジスタの個体によっても異なり、温度によっても結構変わってしまいます。このことはデータシートにも記されています。これは TTC5200 のデータシートですが、この資料の電気的特性の直流電流増幅率 HFE のところを見ると、コレクタエミッタ間電圧が 5V でコレクタ電流が 1A の時には HFE は80から160、7A の時には最低35と記されています。このようにトランジスタの主要な特性である電流増幅率 HFE は一定ではなく、かなり幅があるということをメーカーも言っています。実際に測定してみると分かりますが、同じ型番のトランジスタを購入したとしても個体によって電流増幅率が異なるということはよくあることです。また同じ個体であっても HFE は温度によって大きく変動します。そのことはデータシートの直流電流増幅率とコレクタ電流の関係を表したグラフからわかります。例えば温度が25度の時には HFE は120程度であるのに対し、温度が100度に上がると200弱まで HFE が上がることがわかります。逆に温度が低くなると HFE は小さくなります。このようにトランジスタは温度が変化すると電流増幅率は変化するものだという前提で使う必要があるのです。ではここで実際に今使っているトランジスタの電流増幅率を実測してみましょう。トランジスタの直流電流増幅率 HFE を測定するには HFE の計測の機能があるマルチメーターやテスターを用いることができるのですが、今回はテスターの電流計の機能のみを用いて計測したいと思います。実は実際に HFE の測定機能のあるテスターで TTC5200 の電流増幅率を計測したのですが、計測値がデータシートに書かれた値から大きく外れた値になってしまい、正しい値が計測されていないようでした。おそらく TTC5200 のような大きな電流を流して使う電力用トランジスタの HFE を計測するには、トランジスタに流す電流が小さすぎて正しく測れていないのだと思います。それで今回は電流計だけを使って手で HFE を計算することにします。普通は直流電流増幅率を正確に計測するために低電流回路を用いるのですが、今回は簡易的な方法としてこの回路図のように電流計を接続して電流を測定して求めます。直流電流増幅率 HFE はエミッタ設置増幅回路においてベース電流を何倍した電流がコレクタに流れるかを示す倍率ですので、ベース電流と
コレクタ電流を電流計で測定して、コレクタ電流割るベース電流を計算すれば求まることになります。これからこの回路でこの2箇所の電流を測定しますが、その際に音声入力信号には何も接続せずに、ベースには 2kΩ の抵抗から来る電流のみが流れるようにして、交流成分は含まれない状態で測定します。では、この回路にある電流計のところにテスターを接続して電流を測定してみましょう。ではまずベース電流を測定します。ベースには 1.43mA 程度流れています。では次にコレクタ電流も測ってみます。コレクタ電流は 168.5mA となっています。今この回路でベース電流とコレクタ電流をテスターで測定して、ベース電流が 1.4mA 程度、そしてコレクタ電流が 168.5mA 程度であることが分かりましたので、直流電流増幅率HFE はコレクタ電流割るベース電流を計算して 168.5 割る 1.43 の 117.8 ということになります。今 HFE を測定した回路のコレクタ電流や温度などの条件を考慮して TTC5200 のデータシートの直流電流増幅率のグラフでHFE を読み取るとだいたい100程度です。このデータシートから読み取った値と今計測したこの個体の HFE の差はほとんどありませんでしたので、今使っている TTC5200 はほぼデータシート通りの標準的な個体とみなせると思います。でもデータシートに記されている通り、温度の変動などでこの電流増幅率 HFE はある程度広い範囲で変化します。ではそのように電流増幅率が変動するとどの程度の影響が出るのでしょうか。先ほど見たデータシートの電気的特性の部分に直流電流増幅率 HFE は80から160であることが記されていました。仮に HFE がその最低の値である80のトランジスタを使ったとすると、現在の回路では出力の中心であるバイアス点は 2.2×80 の 176mA となります。これでは理想的なバイアス点から 50% 近く低いので、波の下の方が切れてしまうことでしょう。またデータシートの直流電流増幅率のグラフから100度程度まで温度が上がると HFE が190程度になることが読み取れましたが、そうだとするとバイアス点は 2.2×190 の 418mA となり、バイアス点が高すぎて容易に音が歪むと思われます。このように音が歪むだけならまだ良いのですが、温度が上昇してきてコレクタ電流が流れすぎる状態になると熱暴走と呼ばれる状態になって、場合によってはアンプやスピーカーが壊れてしまうこともあります。この熱暴走とは、ここに記した非常に悪いサイクルに入ってしまうことを言います。例えばアンプを放熱が十分でない状態で使用したり、想定した以上の大きな電流がコレクタに流れてトランジスタの温度が上昇したとします。トランジスタの温度が上がったらどうなるかというと、金属は一般に温度が上がると電気抵抗は大きくなっていきますが、半導体はその逆で、温度が上がるとインピーダンスが小さくなっていきます。それで半導体でできたトランジスタは温度が上昇すると電気が流れやすくなり、それによりコレクタ電流が増加します。このコレクタ電流が流れると
トランジスタには熱が発生しますから、電流が大きくなればなるほど温度は上昇します。このように温度が上昇するとインピーダンスが下がり、それによりコレクタ電流が増加してさらに温度上昇するという悪のサイクルが起こってしまうことがあります。これが熱暴走です。高級なアンプにはこうしたことが起きないように保護回路がついているものもあり、それが働いてこうした状態になるのを避けられる場合もありますが、この熱暴走が止まらないとアンプやスピーカーが壊れたり、異常加熱が生じて危険な状態になるかもしれません。こうした状況は避けなければなりません。先ほど説明した熱暴走は温度上昇、インピーダンスの低下、そしてコレクタ電流の増加が連鎖的に起こる悪循環により生じるので、この3つの要素のどれかを抑制して悪のサイクルを断ち切ることで熱暴走を止めることができます。これに対処する一つの方法として考えられるのは、温度が上がるのを抑制する方法です。温度が上がらなければインピーダンスの低下を避けられるので熱暴走を防げます。電力増幅用のパワートランジスタの多くには放熱板をつけるための穴がついていますので、そこにヒートシンク、放熱板をつけてトランジスタの熱を外に逃がすことで温度の上昇を抑制し、熱暴走が起きにくくすることができます。もう一つ考えられるのは、コレクタ電流が大きくなった時にこの電流を抑えるような動きをする回路を使う方法です。この方法は熱暴走を避けるのに役立つだけでなく、先ほどお話ししたトランジスタの HFE の違いによるバイアス点の変動に対応するのにも役立ちます。それはコレクタ電流が電流増幅率 HFE に比例するので、コレクタ電流の変動を抑制するということは HFE の変動による影響を抑えるということにつながるからです。このようにコレクタ電流の大きな変動を抑制する回路を使うことは、熱暴走を避けるためにも直流電流増幅率 HFE の違いに対応するためにも効果がありますので、アンプを安定動作させるためによく用いられます。では、コレクタ電流をどのようにして制御すれば良いのでしょうか。以前に公開した001の動画でもお話しした通り、コレクタ電流はベース電流によって制御されますので、コレクタ電流の大きな変動を抑制するためには、コレクタ電流が大きい時にベースに入力される電流を小さくし、コレクタ電流が小さい時にはベース電流を大きくすることができれば望む動作が得られることになります。そうすればコレクタ電流の変動を打ち消す方向に回路が動き、熱暴走を避け HFE の違いによるバイアス点の変動も抑えられるでしょう。では、そのような動きをさせるためには回路をどのようにすればよいのでしょうか。普通に考えると、このために必要なことは、まず最初にコレクタ電流が増えてきたということを検知し、そして検知したことを何らかの方法でトランジスタの入力側に伝え、そしてそれによりベース電流を抑制することが必要です。このように出力に応じて入力を制御することをフィードバックと言います。でもそんなことが簡単にできるんでしょうか。実はここに書いている回路のバイアス回路を少し変えるだけで非常に簡単にフィードバックをかける方法があります。現在のエレキチのアンプでは、この回路図のようにバイアス電流をベースに流すためにバイアス抵抗の片側が電圧が変化しない 5V の電源に接続されています。それでこの固定バイアス方式の回路では、バイアス抵抗に常に同じ電圧がかかります。このバイアス抵抗への電源供給部分を少し変更するだけで、出力に応じて入力を制御することができるようになるのです。この固定バイアス回路のバイアス抵抗の電源側が 5V に直接つながっているところを次のスライドにあるような形にすることでフィードバックをかけることができます。ここに書いた回路図のように
バイアス抵抗の電源供給側の接続を 5V 電源ではなく、負荷であるスピーカーとトランジスタのコレクタを接続したところにつなぐと、フィードバックがかかり、コレクタ電流の大きな変動を抑制することができます。この回路を理解するために、バイアス抵抗にかかる電圧の VC がどうなるかを見てみましょう。例えば、コレクタ電流が 0.1A 流れた場合には、負荷である 8Ω のスピーカーでの電圧効果は 8×0.1 の 0.8V なので、VC の地点の電圧は 5V から 0.8V を引いた 4.2V となります。では、このコレクタ電流が 0.3A に増加するとどうなるでしょうか。コレクタ電流が 0.3A に増加すると、負荷の 8Ω での電圧効果は 8×0.3 の 2.4V です。この時、VC の電圧は 5-2.4 の 2.6V となります。このように、コレクタ電流が増加すると VC の電圧は下がりますので、この回路のように VC のところにバイアス抵抗を接続すると、コレクタ電流が大きいほどバイアス抵抗にかかる電圧は下がることになります。そうすると当然、バイアス電流は小さくなります。こうしてコレクタ電流が増えたときにベース電流を小さくして、コレクタ電流の変動を打ち消すような動きをさせることができるのです。このように出力の変化とは反対方向に入力が動くようなフィードバック、つまり出力の変動を抑制するように動くフィードバックをネガティブフィードバック、日本語で不帰還と言います。このように出力であるコレクタ電流と逆相になるコレクタ電圧を利用してフィードバックをかけてバイアス電流を作る、このバイアス回路の方式を自己バイアス方式と言います。では、この自己バイアス方式の回路のバイアス抵抗の抵抗値を求めてみましょう。この自己バイアス回路のバイアス抵抗の求め方は、前に公開した003の動画で説明した固定バイアス方式の場合とほぼ同じで、異なるのはバイアス抵抗にかかる電圧だけです。それで、ここでは詳しい説明は割愛させていただいて、固定バイアスの場合と異なる部分についてのみ説明し、計算したいと思います。もし、バイアス抵抗の計算の基本的な考え方に関する詳しい説明をご覧になりたい方は、説明欄にリンクを書いておきますので、ぜひ003の動画をご覧ください。では、バイアス抵抗の抵抗値を求めていきましょう。この抵抗値は、抵抗に流れる電流と電圧が分かれば、オームの法則から求まりますので、この電圧と電流の2つの値を求めます。まず、バイアス抵抗にかかる電圧ですが、この回路のコレクタ電圧の VC がバイアス抵抗にかかります。この VC は、ベース電流の変化に応じて 0V から電源電圧の 5V まで変化しますので、この出力電圧の振動の中心、つまりバイアス点の電圧は、この 0V と 5V の中央値の 2.5V あたりにすることになります。自己バイアスの回路では、この電圧がバイアス抵抗に供給されることになります。固定バイアスのバイアス抵抗の計算と異なるのはこの電圧だけですので、003の動画でバイアス抵抗の上側の電圧を電源電圧の 5V として計算していたところを、自己バイアスの回路では電源電圧の半分の 2.5V として計算すれば、バイアス抵抗の抵抗値が求まります。実際に計算してみますと、バイアス抵抗にかかる電圧は 2.5V からベースエミッタ間電圧の 0.6V を引いた 1.9V となります。また、バイアス電流は出力のコレクタ電流の振動の中心を電流増幅率で割った値ですので、電流増幅率を120とすると、
0.3125÷120 の 0.0026 となります。このバイアス電流は固定バイアスの場合と同じです。それでバイアス抵抗の抵抗値は今求めた電圧を電流で割って 1.9÷0.0026 を計算して730オームとなります。ということで完成した自己バイアス方式のエレキチのアンプがこの回路です。先ほどの計算でバイアス抵抗の値は730オーム程度にすればよいことが分かりましたので、この回路では入手しやすい E24 系列の抵抗の中のこの730オームに近い750オームを使っています。これでエレキチのアンプはより安定して動作するアンプになりました。このようにしてネガティブフィードバックをかけることで安定した回路を作ることができるのです。今日はアンプの動作を安定させるためのバイアス方式である自己バイアスについて説明しました。今 BGM で流れている音楽は今回作ったアンプの音を用いています。このエレキチアンプでは熱暴走することはほとんどないとは思いますが、今回使ったネガティブフィードバック、不機関を用いて動作を安定させるという考え方は非常に重要です。今回はそのネガティブフィードバックをかける最も単純な回路ともいえる自己バイアス回路について考えましたが、電子回路でも制御方式においてもいろいろなところでこの不機関が用いられます。電子回路に関わっていると皆さんもいろんなところでこの言葉に遭遇すると思います。その時に不機関、あるいはネガティブフィードバックという言葉を聞いた時にこの動画を思い出して、この考え方について思い出していただければ幸いです。今後も電子回路に関わることを分かりやすく説明していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録して次回の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。